こんにちは、なおです。今回は HG オリジン版ガンダムの制作を行っていきます。今回は1本の動画で完結しますので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。制作内容ですが、改造はせず、基本工作にとどめて塗装して完成させます。はい、それでは早速制作していきたいと思います。このキットかなり出来が良くて、ほとんど合わせ目が出ないんですが、武器は後はめ加工と合わせ目処理が必要になってきます。一部段落ち処理がしてあるところもあるんですが、ちょっと不自然かなと感じる箇所もあるので、気になる場合はここで合わせ目を消しておきます。今回時短目的で表面処理はゲート跡とパーティングラインの処理だけを行って、引け処理はスキップしようと思ってたんですが、結局全部やってしまいました。やっぱり早く仕上がっても雑になってしまったら意味がないと思うので、丁寧に納得のいくまで作業を行いました。表面処理以外にもディテールの甘いところは一部手を加えています。早くて丁寧なのが理想なので、いろいろ試して時短につなげていきたいと思います。映像に出てる十字マークなんかもちょっとシャープにしたいんですよね。この胸のダクトの部分は後で墨入れをすると思うんですが、モールドは入っているんですが、拭き取ると消えてしまうことが多いので、塗装する前に毛書き針でしっかりとなぞっておきます。今回 HG なんですが、オリジンシリーズなので全身にパネルラインが入っています。なので久しぶりに捨てサフは行わずに表面処理を行ってみました。次にパーツの洗浄を行います。表面処理をするとどうしてもヤスリの削りカスが残っていると思うので、このパーツを洗う作業は必ず行った方がいいと思います。ただ HG なんかは特にパーツが細かいので、なくしてしまわないように注意します。映像ではブロワーを使って乾燥時間を早めています。いつもはフレームを先に塗装して乾燥させている間に他のパーツの表面処理などをしています。このフックパーツなんですが、抜きの都合でかまぼこみたいになっているところがあるので修正しておきます。頭の横の部分のダクトはちょっと彫りが浅すぎたので、しっかりと彫り直しました。はい、というわけで全パーツの表面処理と洗浄が終わりました。HG にしてはパーツが多いんですが、多すぎて嫌になるっていうレベルほどではないですね。ちょうどいい感じ。はい、それでは塗装していきたいと思います。まずは表面処理でついたヤスリの傷を消すためにサーフェイサーを塗装します。今回は赤と黄色のパーツにはピンクサフ、フレームパーツはメカサフ、その他のパーツはクレオスの1000番のグレーサフを拭くことにします。色付きのサフは下地色の役割もあるので、普通のグレーサフ、下地色、基本色という3回塗り重ねる工程を1つ減らせるので時短になるのと、あと1色減った分塗膜を薄くできるのでシャープに仕上げることができます。今回塗り分けを行うグレーなんですが、メカサフを使用しているので、サーフェイサーは拭かずに直接メカサフを塗装していきます。塗り分けですが、最初からマスキングするのではなくて、塗り分けたい部分を塗装して乾燥した後マスキング、その後はみ出た部分を含めて基本色を塗装するのが簡単だと思います。といってももちろん例外はあるので、一番きれいに仕上がる方法を場所によって変えるのがいいと思います。この関節の丸いモールドの内側だけをグレーで塗装したいんですが、映像は丸モールド全体をグレーで塗装して乾燥した状態です。次に円の内側の部分だけに市販の円形に最初から切ってあるマスキングテープを貼り付けます。このシールは 0.2mm 間隔でサイズがあるので、おそらくぴったりのサイズのものが見つかると思います。テープは隙間が開かないようにきれいに貼っていきます。付属のシールをマスキングに使用することもできるんですが、微妙にサイズが小さかったり大きかったり、
あと曲面だとフィットしなかったりすることもあるんで、私としては円形のマスキングテープをおすすめします。足裏はバーニアとその周りの部分を塗り分けしたいので、円形と普通のものを組み合わせてマスキングしました。余白の部分もシールになっているので、丸い部分以外をマスキングして塗り分けることもできます。ガンプラって結構丸い部分を塗り分けることがあるので、このマスキングテープは本当に紙ツールだと思います。この便利さを知ってしまうとちょっと元には戻れないですね。はい、シールドのマスキングはこんな感じになりました。ちょっと大げさかもしれませんが、隙間から塗料が入ってこないように念には念を入れて塞いでおきます。マスキング作業は結構しんどいんですが、うまくいったことを想像しながら頑張りましょう。はい、マスキングが終わったら次にサーフェイサーを吹いていきます。ここでのサフはヤスリ傷を埋めることの他に、さっきの塗り分けではみ出た濃いグレーを隠蔽する目的があります。これをやらずにそのまま白を吹くと下地に影響されてまだら模様になってしまいます。サフが乾燥したらいよいよ基本塗装を行っていきます。今回は調色は行わずに市販されているものをそのまま薄めて使用しました。ピンクサフは隠蔽力が高いので、さっきのはみ出た濃いグレーもきれいに隠せています。バッチリですね。今回から吹き付け圧力を 0.15 メガパスカルにして塗装しているんですが、こういう吹き方でいいのかちょっと手探りな状態でやっています。綺麗に吹ける吹き方をご存知の方がいたらアドバイスいただけると嬉しいです。はい、無事に塗り分けが終わったのでマスキングを剥がしていきたいと思います。さて、成功しているんでしょうか。なかなか綺麗にいった方じゃないでしょうか。この後墨入れを行うんですが、塗り分けをした境目に墨を入れておくと境界線が目立たなくなるので自然な感じに仕上がります。シールドの裏側も墨を入れるとすごくかっこよくなります。ただパネルラインと違って線が彫ってあるわけではないので、うまく墨を入れることができません。なので塗装する前にあらかじめ墨を入れたい場所を毛書き針で彫っておくときれいに墨入れすることができます。今回は行いませんでしたが、部分的に塗り分けなんかを行うとさらにかっこよくなると思います。墨入れが終わったらデカールを貼っていきます。一部付属のシールを利用したんですが、コーションマークなどは144分の1ユニコーンガンダムの水転写式デカールを使いました。デカールを貼ったら艶消しトップコートをしていよいよ完成です。はい、お待たせしました。144分の1 G オリジン版ガンダム初期型完成いたしました。キットの出来がかなりいいので改造しなくても普通にかっこいいですね。ランドセルのバーニアはフレーム色で塗装してあるんですが、今回メタルパーツに置き換えてあります。この初代ガンダム、いろんなスケールやバージョンがキット化されてはいるんですが、私はこれが一番好みかもしれません。このキットは初期型と中期型を選択して組むことができるんですが、おそらく後期型も発売されると思います。今回完成させたんですが、また買ってしまいそうな気がします。バズーカの出来も本当にいいと思います。ちょっと HG とは思えないくらいの完成度。ハンドパーツは豊富だったんですが、穴の開いてないグーのパーツは入っていなかったので MS ハンドの S サイズを使用しました。パーもいいんですが、グーはやっぱり欲しいですね。肩のガトリングの蓋の色なんですが、今回設定に合わせて塗装しました。塗装していない素組みの状態と比べるとこんな感じになります。はい、無事完成ということで今回はここまでになります。
動画を楽しんでいただけた場合は高評価の方をお願いします。チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。